ペルソナ3ビアードマスカレード座談会チーム C イエーイイエーイワクとトモはさ、第2弾から比べるとさ、めっちゃでかなってるわけやん。めっちゃでかくなりましたね。どうなんかさ、体格以外にも心境の変化とかあんの？まあでももちろん声とかもですよね。そうやで、なんか女子学園で話題やったんやろ、プレイボタンのさ。そう、ネメシスの夜あの時はもうなんかもうキンキンでしたね。キンキンでしたトムは特にね、あの時まだ声声変わりしてなくて、そうなんだよ。どうなんですか？どうなんですかね、終わるってあんま実感ないもんね。ないまあ今これ撮ってる時点であと2そう日ですね。ですけども、全然実感ないかね、すごいなまりますやん。どうしたんですか？どうしたんですか？なんな。なんでやろね。じゃあ標準語でいきましょうかね。いや、いいですよ、別あ、ええのになんかこういうのもいい。もうさ、ちょっと待って第3弾からさ、1年半でしたっけ、はい経ちまして、はい、風花さんようやく覚醒したわけじゃないですか。そうなんよ。どうですか、覚醒ってどんな気分でした？学生ってやっぱみんな大変だったんだなって思いました。大変ですよね。大変ってな。大変ですよ。あの時いくつ？あの時12。あ、俺昨日ようやくその新垣慎四郎役の藤田玲が参戦した。ようやそうですくよ。友は全く絡まへんわけやん。はい、あれって男性版どうなん、天田的に。血の涙ですよ。うん内臓のしかもおよじれる前昨日見てたよな。見てました。もうどうやった？もうどうやった？どういうど感じ？ういう感情かわからんが、なんか伝わってくるけど。一緒にやりたいよ。ね、嬉しいんだけど羨ましいし。やりたいようやな。だって枠めっちゃ変わったよな。いやもう全然違いますよ。やっなあぱ。そう、もう男バージョンではね、お亡くなりになられていますので、そうなんですよ新垣さんは。ね、話したレイ君と。あんまなんでやねん。話しないよ。今日来てるから写真撮ってください。そう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 。それをこうそうやで。本番前に言って。約束の場所のうん話あるじゃないですか。うんあ、最後にね、そうそう潮見の元に向かう。みんなここで会おうよみたいな、んもう一回会おうよ、場所はどうします、って青野が聞いて、再び平穏の戻ったこの街この街がよく見える場場所所がいいなっつって、そしたら佐野先輩がなんて言うんですか、じゃああそこしかないな。でみんなが屋上ですね。はーってなるんですよ。でうん頭にもポン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 。そうみんな上がってるんですよ屋上だ。天田君天田は。屋上行ったことない。本当ならね。本当なら本当ならね。本当ならですよ本当ならよ。でも天田は大人だから屋上ですねっつったらみんなはーの時に屋上か屋上かってなるんですよ。そうだ。そうそうだ。後頭部のね。いや確かに屋上なら見える見えるですよね。見えるうんそう思いよします。そこです、そうです頭いいから空気読んで頭いいから。そのもうここしかないなって時は本当は本当ならね。本当ならですよ。ダメですよ、やっちゃ本番中本当ならシリーズ本当ならうん、本当ならっね。ていうのをね。っていうのをよく本話して盛り当ならな。上がりますね。よく俺も本当ならちょっと言っていい？はい、いいですよ。僕の武器がねあるんですけど、はい覚醒すると武器持つんですよ、僕ら。あ、そうでか。僕僕らって覚醒前はこう拳で戦ってたんですけど、覚醒したらこうセスタスと言われるなんかこうなんかこう担当が担当が2個ついてるなんかね、担当と担当。こういうやつですよなね。ここにこういう。そうこれを持つわけや。こうなるわけですよこれ。担当です。これまあ使い方よくわからないんですけど、まあ言うたら刃物が切れるんですよ。うん。で陣をね、いやーザクって音がするんですよ。本当ならよ。本当ならよ。俺第3弾でアッパーしてるんやけど。ああ、もう違う、アッパーでしょ。だからちょうどここのこれとこれ。間になるほど。うんって入ってるんですよ。刃物のところを外してしまったわけや。僕はだからここのここで。あー狙いが良すぎて。ゴンって。なんならここでこう挟む。ああ、なるほど。じゃあ切り口的にはこうやね。でもしかもこうだから血的にはこうやね。あんま切れる方じゃないから、これペルソナも終わりですけど、はい。今までのペルソナへの思いですとか、役に対する思いですとか、なんやったらキャストに対するスタッフさんに対する思いですとか、そういうのをいわゆる最後の皆さんに提供できる場、選べない。選べない。選べない。困っちゃった。ね困っちゃった。そのやっぱ第2弾の印象がすごく強くって、まあ俺らはそう覚醒の時ですか。そうだと思うけど、どう覚醒してやらなきゃいけないのかっていうのは
めちゃくちゃ考えたし、台本来た時にもこれやらなあかんねやなという、本当に藤田怜と田野浅見には助けられてるんですよ。こんなことは本人には言わないけれども、あら、言わないですよ。あとお前らにな最終章は言うてもあさみんとの絡みがそんなにないんですよ。言うてもですね。でレイ君もちょろっとやし、だから何やったらここなんです僕は。いやもう本当ですよね、坂田先輩と。だからもう本当に2人にありがとうです僕は。本当に、第2弾初参加で、まあメインというか浜田健の中で2弾がメインだったわけじゃないですか。メインかやな。でもあの時はまだ本当ちっちゃかったし、本当になんか最後までやっぱできたっていう、身長も伸びちゃったし、少しキャラ、その浜田健っていうキャラからはちょっと、遠いというか違う部分もね、だんだん見つかってくるしね。多くなってきたんですけど、本当最後までできたのが本当嬉しくて。第2弾初参加で 2.5 次元の舞台も初で、役になりきるっていうのも大変だったし、メイン会が最初で、こんなにずっと注目されてるっていうのが初めてで、どうやって感情をうまく表現したりできるかとかが難しかったんですけど、この2人には本当にお世話になりました本当にありがとうございます。本当に本当です。役者として、一歩成長できたかなっていう舞台でした。第1弾が大学卒業の時、で、今が、25なんですけど、ちょっと節目な感じ、ですごく個人的に私もいろいろ考える多感な時期だったんですね。だから風花というね子もすごくなんていうんですか、悩ましい役なので、いろいろ内面にいろいろ抱える子なので、いろいろリンクしてすごく私個人的にもすごく思い入れがあるので、なんかそれを作品とともにね歩んでいけたっていうのがすごく嬉しいです。もう負けっていっぱい言われてるからもう長いみたいだからチーム C がチーム C が長いみたいだから、だからほら圧力がちょっとね荒垣先輩がすごい圧すげえをかけて待ってるから無言の圧を。はい、終わりたいと思います。本当に皆さん楽しんでね。じゃあね、バイバイシーはい千鳥んはい、純平さん。あんまりねこうやって喋ることないですから、Y 列3番4番に座ってワイ列3番 Y 列3番4番に座ってねクロストークをしますよ。するということで。羽ちゃんがさ3章いなかったじゃん。いなかった。まあ寂しいの。純平は寂しかったよ。そうね、純平はね、純平は千鳥んの影に向かってずっと喋ってたよ。後ろ姿とかね、なんか私も劇場できっとねあの辺の席で見てたのね。そうあれ千鳥の後ろ姿がみたいな。そうあれに向かって頑張って叫んでたけど、やっとね。だから最初の病室のシーンあるじゃないですか。あそこからもうちょっと泣きそうだったんだ。でも意外とすごいなんか、皆さんすごいなんか純平千鳥を、すごいなんだろう温かく見守ってくださってるんですけど、実はなんか皆さん気づいてるのかなっていう。純平と千鳥って実は病室でしか喋ってないっていう事実。他の会話してないね。してないの。本当にオープニングのちょっと、あの時もほぼ顔も見てないんで、千鳥が見てくんないの。本当に2章のポロニアンモール以来の再会みたいな感じになってて、これがねお客さんは知ってるんだろうけど、俺が知らないことがあってさ、病室でね、俺は千鳥の真顔しか見てない。笑顔なんでしょあれ。そう俺が裏向いてる時だけは。純平が見てない時はすごい笑ってるっていう。だから俺もそれが見たくて、だからすごい何回かフェイント入れて振り返ったんだけどね、ダメだったね。すごいここからもどんだけツンデレなんだよみたいな感じ。もうね笑ってるの見たかったな。もう最後の最後見れた時にあんなですよ。そうですね。で歌がね、歌中は結構笑顔
なんかこんなに笑っていいのかってぐらいそこまで笑うからもう俺もう歌えないんだよ、笑顔っていう泣いちゃってさ。あそこであの曲は結構すごいうんずるいっていうかずるいよね。でもすごいうんなんか素晴らしい曲をいただいて、ありがとうございます。本当なんか千鳥、はい特にそのなんだろう言葉数が多くないから、うんその気持ちをあんまり伝えはい、ないので、その歌の歌詞の中ですごいその分ねそう歌で言えるっていうの乗せらがれるといいけど、やっぱずっとお気づきの方は分かると思うんですけど、そのひまわり最初歌ってる病室の方は一切目が合わないですけど、俺はずっと見てるんだよ俺はずっと目を見てるんだけど全然全く合わないのよね、うん合わない。だけど太陽は逆にもうずっと見てるんですよ。だから相手が言った、その言葉歌詞を、が聞きすぎると冷静でいないと M が聞こえなくなるっていう。あでも分かる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 なんかどこ歌ってるか分かんなくなっちゃう。難しいけど楽しいよね。楽しいよね。歌ってる時楽しい。まああとは夜公演ね、公演最終章やって最終章やって終わりですって。早いね。早いね。千鳥がさ最後手引っ張って連れてってくれるじゃん。俺結構久しぶりに舞台上で今死んでもいいって思ったであれやっぱお客さん気づいてるかな、見えてる気のかな。づいてるのかな。千鳥が引っ張ってこっちの席の人は見えないのかな、下手は。かもしんないね。そうなんか初めてだよね、千鳥がちょっと引っ張っていくみたいな、しかもあれお客さんはねもう暗いところに入ってるか分かんないかもしれないけど、あの時の千鳥の笑顔がまあ素敵なんだなんかこうなんか手持って、そうなんかエスコートしてくれるんですけど、千鳥が先行くんでそっからめっちゃ引っ張ってるんですけど、あの時は死んでもいいなすごいね、なんか無邪気の塊みたいにねなっちゃって千鳥さあそれが夜公演ありますので、ありますので、まあ DVD で映ってるかな、そこ映ってるかな。編集さんがうまいことやってくれればね、まああれはね気づいた人だけのちょっとねいいんですそれで。発見的なのもさあじゃあ夜も頑張りましょうか。頑張りましょうか。はい今日は男性版そう男性版明日でもう本当に全部終わりですんで。終わりんって言ったよ終わりんですもう千鳥って言い過ぎてそっちでセリフの中でも俺千鳥なのか千鳥なのか分かんなくなってくるんで結構ほぼほぼ千鳥になってるよね。全部もう俺の中で普通の時は千鳥でいいや。千鳥だからもううん本当に千鳥は、千鳥は最後綺麗に散れるのですごい。やめろ泣いちゃうだろ泣いちゃうからやめるんだ。でもはい本当に本当に3年半うんやってきてね、あと頭からで言うと僕がちょうどね役決まったのが4年前なので。いやそうなのよね。なんか元気くんやっぱ一生からずっとそう出てるから、なんかすごい感慨深い。そうまあでも僕の役がたまたま1章から出てるっていうだけで、まあ2章から出た羽ちゃんも最終章までずっと役が変わんない。みんな役が変わんないじゃん。すごいよね。すごいよね。あんまないよねこういうのもね。だからその辺がやっぱみんなすごいね、うん仲いいからね。そうね。うん本当になんかよくザックとも話して、まあザックは特にそのなんだろう、うん本当に舞台はペルソナしか出ないって言ってるぐらいで、役者畑の人間ではないから、うんこれが終わったらなんかもうみんなと会えなくなる。うんいやペルソナが続いてる限りは、うんまたみんなと会えるっていうそのうんのがあったけど、それがなくなるのがすごい寂しいみたいで。今なんかそれ言われて俺もあそっかってそうなのよ。よ。だからそっか。変な話、うんおのおのが集まろうとか、うんそういう言わない限りはもう全員が集まるってことはないね。ないんだよ、順平。やめてよもう泣いちゃうからそうなんですよ。だからそれをを思うと結構切なくて、私最終章とか君の記憶聞いてると本当結構グッときちゃう。俺はね聞かないようにあんまり聞かないようにわかる。でもどこかでみんなあるんですよ。うん本当の大千秋楽までそのモードになっちゃいけないっていうのが結構あわってかるわかるわかるあるよね。なんかどこかでだから変にちょっとふざけてるのもなんかそのモードに行かないようにっていうあるよね。裏でもね裏でもそうそうあえてそういう話しないみたいなのがあるので。どうする明日楽屋すげえ暗かったらやだどうしよう。もうやだしたら私すごくふざける。そうなんか逆に俺の楽屋俺がふざけなきゃダメかなそうだよって順平がそうかそう頑張ろだからもう、うん本当に終わりからうねね、なんかみんなで気持ち一つにして最後までそうだね駆け抜けていけたらなってはい思いますけど、精一杯頑張りましょう頑張ります。はいというわけで
もう締めていいのかな。いいかい。じゃあ伊織淳平役の大川元気と千鳥役の羽入りでした。バイバイ。ストレガのクロストーク。さあやってまいりました、大名物ストレガのクロストーク、題してストレガのクロストークそのままやないかようでございます。最終章が始まって、だからもう初めて、ストレガとして舞台に立ってからはまあ2年以上経ってるわけですけども、どっから喋ろうかなという感じがするんですよね。そうね。だからじゃあ僕1個だけじゃあ言っとくね。本当に好きになってしまってなんていうの本当になんていうわかかんないよそれじゃあ。別に作品としてね仲いいんですっていうのは簡単なんですけど、でもこの2人に対しては僕はすごくなんか無償の愛があってですねだから本当にすごく結構心の中までグイグイと僕は入ろうとしてしまって本気で怒られたことが2人にあります僕は結構調子乗りやすいタイプなので、ね、そこはちょっとクッとこう締めとかないとね。23歩ね飛んでくる時あるからね。自己紹介する？いや千鳥役の羽入りですけど、主にちーちゃんって呼ばれてます。ちーちゃんです。お願いします。お願いします。はい、ジン役の松本雄一です。主に普通にジンって呼ばれてますはい、お願いしお願いしま。ますす高谷役の西山武也です。竹やんです。よろしくお願いします。まあね、こういう3人ですよ。そうなんかたまに竹やんと高谷が混ざって、なんか高やんって、なんか舞台上でどっちか分かんなくなる時ない？めっちゃある。危ない。高谷って言う時もでしょ。竹やんって一緒にならない。あるし、高谷って言わなきゃダメなのに、竹谷って言ったらどうしようみたいな。本名と名前近えなと思って。そう長い近いですよね。長いって何？近いって言うたよ。近い。長い近い。近い。本当に楽屋でこんな感じで喋ってるよね。こんな感じ。結構みんなシーズが出てる時とかって私たち出てないこと多いんで、裏で、ね、すぐ集ってはそうなんかそうなんです。笑ってるみたいな。雑談をするんですけども。仲いいよね。仲はね本当にねいいんですよ。だからまあ変な話本当に3人ぐらいの規模なので、結構なんかすぐに、なんていうんですか集まれるし、それはなんかね、前回いなかったんで、なんかすごいお帰り感がすごくて、そうなんですよ。最初からお客様もね感じてると思いますよ。いやー今回千鳥帰ってきてよかったというのは。すごいなんだろう、逐一褒めてくるみたいな。いやそんなことない。違う芝居とかじゃなくて、なんか、やっぱり千鳥の衣装いいよね、もうすごい目立つみたいな、なんかそういうのから困ったもんだね。そうそう本当にすごいなんか、シーンも見ててくれるし、そうで前回だから見に来た時にストレガがシーズン歌っててもすっごいなんか嫉妬そう草原の決勝って曲でね、そそうみんなで歌ったんずるいとですけど。思って、で今回もだからあんまり一緒には歌えないので、なんかすごいちょっと寂しさはありつつ、でも最後に3人揃ってね。そうね、上でそうだからあれ歌うところはすごい嬉しい。メドレーで最後ね、千鳥がねパッて来た時ね、キャラ的に無表情ですって見てるけど、来たいや嬉しいよ。 3人やってやっぱ思うんだよ嬉しいね。思う。そう嬉しいよ。ありがたいんです。うちの地位みたいな感じでやってくれてるんで本当に。何きっかけでさ、そのシャドウクライを読もうって話になったの？そうなんですよ。そうだあったペルソナの、スピンオフとも言える、ストレガに軸があってストレガに焦点を当てたシャドウクライという作品がありまして、小説が。そう、それを今回バックボーンでね作って、そこから役作りをしようということで3人作っていったわけなんですけれども、それを読むと本当にストレガが悪ではなくて、彼らが背負わなきゃいけなくなった定めとかね、彼らの半生が描かれてるんですけども、本当に悲しいよね、我らが持って私なんきたもの。かすごいドラマもあるし、なんか本当に個々の個性がすごい、高谷ってこんなこと言うのとか、ジンと千鳥の関係性だったり、だから結構読んだ後テンション上がっちゃって、ずっと稽古で小説ずっとの真似やってたよ。もうずっとやってごっこしてたよ。ます結構長い間やってたよね。そうじゃらとかね。そうでそれもちょっと舞台上でね、そのじゃらをちょっと入れたりと反映させてもらか。だからこういった過去の部分、特に今回4弾と最終章でストレガの過去の部分がね明らかになったところがあるので、これはやっぱりね DVD でもね見ていただいて、だからストレガ好きですとかさ、舞台で好きになりましたっていう方もねそうだね、結構いらっしゃるんですよ。ありがとうございます。これは本当何よりも励みになりますし、だからその人たちはシャドウクライを読んで、でもう一回一章とかから見たら、もう
たまらんですよ。言葉一つ一つがまたちょっと違って聞こえるかも。聞こえるあ、それはある、しれないかもしれないですね。終わりたくないですよ。楽屋で喋ろう。そうだよね。今ジエロストの客席にいるんですけども、声でけえな。その笑い声が入って。ジエロストにいたいなと、まだまだ俺まだまだいたいなと思うわけです。まあまあそれはさておいてね、もういろんな兼ね合いもあるでしょうから、ちょっそうだね。と皆様からねご挨拶頂戴して、締めの挨拶と変えさせていただきたいなと思うわけですけども、いいですか？はい。いいよ。じゃあちーちゃん行きますか？お願いします。本当に今回戻ってこれて嬉しいですし、こうやってなんだろう、みんなで最後を迎えられるっていうことに対してすごく喜びを感じてます。また千鳥できたことが本当に嬉しいので、ね、私たちも卒業なので皆さんもこれからの人生いろいろあるとは思いますが、ぜひ人生にあなたの人生にとって大切な一本がこのペルソナの DVD になったらいいなと思っています。何より本当ストレガの3人でこうストレガの物語を歩んでいけた、この3人で歩んでいけたっていうのが僕の中でも何よりやっぱ一番大きな宝物だなっていうには思います。多分この3人じゃなかったら今まで作ってきたストレガは作れてないんじゃないかって思いますし、この2人だから僕も自分の力以上のものを出せてる時もあっただろうし、本当に素敵な人たちの中、ペルソナ3をやらせていただいてすごく楽しかったです。いやでちょっと途中ジーンときてたでしょ。何がいや小粋だね本当にね、本当にありがとうございます。シーズがねいて、あれだけ7人8人でわっとシーンをやってて歌を歌ってすごく羨ましく見える瞬間があるんですけれども、彼らが伝えてくれる絆というものはもちろんここにもあって、で本当に公私ともに2人にもお世話になって、それを舞台上でどれだけ体現できたかなというふうに思っております。本当に本当にストレガオシリーズをペルソナを愛してくれてありがとうございます。というわけでですね、最後は、はい、僕たちがいつも出陣前にやっている例のあれで締めさせていただけたらと思います。いくよ。我らそれがありがとうございました。はいどうもどうも。チーム S です。 S。戦友、そして親友、おお。そしてセメント急にやるからやで急にやるからやでも笑ってへん。いや俺は好きっすあよ、そういう雰囲気。そうじゃあいいや。はい。で、だから今回は、はい。真田とうん。新垣でさっきと全然テンション違うじゃん。イエーイとかやらないよ。あ、本当？うんそう。やん俺ずっと見てたんだよ、あそこのステージから。見てたよ。俺も見えてたよ。本当？うんじゃあ俺が花びら掃除してたの見た？見たよ。結構その格楽しかったよその格好でやってっからすげえ不釣り合いだったよ。楽しいよね、楽しい玉の掃除ってね。玉の掃除その格好たまにする掃除ってことね。分かっとるどないやねん。ペルソナの話をしてほしいんですよみんなここにおるスタッフさんもお客さんも。なるほどね。はいはい。どうも新垣慎次郎役の藤田玲です。ようやく自己紹介して。はいはい、真田明彦役藤原由紀です。はいはい、はい、昨日特に本番一発目だったんですけど、僕は、そうですねはい、なんかみんなが迎えてくれる体制でいてくれたんだなっていうのがすごく嬉しかったですね、昨日は。何言うとんのお前。いやいやいや、どんだけ待っとったか。まあま俺とあ、うん。枠、めっちゃ待ってたから。友は友はぶっちゃけ、うん昨日の初日を見て、うんすごい残念がってたなんで僕は藤田さんと絡めないんだ
そうね僕は僕で頑張るぞってなってなるほどね、ちょっとねちょっとねダブルキャストっていうのはねどうせならねやりたかったですけどね、そうねやりたかったですけど本当に。いやでもなんかみんなやっぱ何作かね経てすごい成長してて、俺がなんかね寝てる間にああそうやな、すげえ強くなってレベル上がってんなと思って。まあそれはレベルは上げるわ、俺レベル上がってないからね。まあ寝てたからな、だからね、足手まといになりそうだは、まあ、2つの意味で言ってんだよね、体がうまく動かないっていうのと、体がそうレベルがまだちょっと俺低いからっていう。そうやな装備的にもだからな、そう装備も揃ってないからね、昔の装備やからな、そう斧のまんまだから。そうやな、買い替えといたらよかったけどね。それはアッキーの仕事でしょ。いやいつ起きるかもわからへんその武器を買うぐらいだったら自分の武器買うでしょ。まあ買ってないけれどもね、俺はずっとあの武器で戦ってる。本当、結構ハンデ戦だね。そうなんだね。昨夜と琴音も武器あれ一本で戦ってるから、レベル1からそうやで。なんやったらオールフェイスでずっと戦ってるから。何オールフェイスで戦ってるのね。そうだね、頑張ってんねんあいつら。すげえな。すごいよ、いやでも本当主役2人はすごいですね。いや頑張り屋さんねえ。2人ともねやっぱり本業は言うたら舞台ってわけではそうですよね。ない、そのスケジュールを縫って、めちゃめちゃ稽古して、なんか翔太なんか後半の稽古ほぼ来れてないんですよ実は。なるほど。でもなんか自主練をして、セリフ入れて入ってきて、最後変更点をバッて洗って通しみたいな。すごいね。壮絶でしたよ。すごいですね。でもなんかやっぱ現場行ったらこうフッキーがすごいムードメーカーでちゃんとなんか取り持ってていいなと思った。何ムードメーカーで俺ストレガでいうところの竹やんやで。そう、まああれはちょっと行き過ぎだね。竹やん、高谷役のね西山竹也、一個セリフ見するだけで羽寄りに千鳥役の羽寄りにボロクソになってる。一個見するだけであそこの関係性面白いですよね。面白いな本当ね。シーズンで言うと僕なんですよ。そうですね僕が一個見せるともう真帆ちゃんとかが見捨てるでしょみたいな。いいじゃんね。ダメだけど。ダメなんですよ。ね。いやでも今回、はいすいません今回の話に戻りますけど結構脱線されたんで、はいすいません。あれですよね。台本を見た時に、はいそのほらパンフには書いたけど、うん台本を見た時にここの絡みがなかったじゃないですか。はい S の、そうですね S の絡みが S がなかったですね。セメントのね。専用でいいじゃないか。だからすいません。セメント関係ねいやそれがこうやっぱアマダともそうですけど、歌中とかで作れたりとかそうですねっていうのはすごくなんか、そういう意味ではうまくいったなと思っていて。そうだね、はい絶嬉しかったです対ねこう出てくれるからには、作りたいとは思ってて多分枠もそうだし、なんだったら朝見もずっと思ってたの。手汗かかない？書くよ。いい話してたんだけど書くよ。俺もねポケットにずっと手入れてるから、手汗かくんだよね。手汗の話するじゃん。この手袋は、汗かくでしょ戦ってて、ではけてきたら取るでしょ、でまたつけるときに、汗が染みてなかなかつけらんない。はいそれで出とちりそうになるから。マジか。それぐらいでもうつけらんない。俺の手汗の話していい？いいよ。俺の手汗の話は、ほら今回ね頭ポンポンあるじゃないですか。琴音にそうその前までずっと手入れてるわけですよ。やっべえな。これ俺手汗で触れねえと思って中ですげえ頑張ってこうやって拭いてんの。絶対聞きたくなかったよ。実は拭いてたんだ。でも資源だよ。あれは新垣が一番ある意味ドキドキしてんの。夢といえども出てるけどねドキドキ感は。いやドキドキするでしょそりゃ。あれ何なんだよ。いやそういうシーンだよ。俺いつも下手で見てっけど、袖からそうな本当僕がね琴音のこと見てる抜けにフッキーの顔がこうやって出てくるんですよ。あと枠もいるから。そう枠と夢の中のシーンの前に呼ぶから「枠って夢の中だよ」っつってタカタカタカって下手の袖からスッて見てて本当にね。そしたらたまにザックとかも関係ねえのにザックとかも来る。お前いい目してるぞみたいなののこう目見てるのにこっちからスッ出てくるんですよ。違う人がそのいい目してるぞのポイントで俺あーってなってるから
く行ったはけたらすごい人数いるしね後ろにね、まあそりゃそうだよいやでも本当ね仲いいカンパニーでねここに戻ってくれて本当良かったなと思います。チームワーク抜群ですよ、はい、じゃあねそろそろね、はい、はい、お時間チーム S は終わりということでそうですよ。戦友戦友、親友親友、セメントセメント、そして最後にサクセス。おめえマジで、おい、そういうとこだぞ、おい、先輩やぞ、おい、おうじゃない。はいはい締めですか。締めです締めですね。締めの S です。締めの S ですね。はい第2弾でね、はいいっぱい絡ませてもらって、第2弾でねもうどうやってきたか分からへんけれども、レイ君が、はい新垣がやってくれてなんかもうとっても第2弾で助けられたなっていう印象なんですよ。もうそれでいやいやいや今回も出てくれるっていうのは単純に嬉しかったけど、実際出てくれた時のそのなんていうんですか、俺の中での最終章のつながり方っていうのがすごかったんで、もう本当に今回出てくれて感謝しかないです。いやそのありがたいことです。ありがとうございます。そういうそれはね、うん僕もそうでなんか本当ペルソナに関わってる、キャストもスタッフさんもそしてねプロデューサーもそうですけど、みんながこうなんかじゃあもう一回出るっていうこうなんか空気雰囲気を作ってくれたっていうのはもう本当幸せだなっていう。なんか新垣をね一回でもやっただけじゃなくてもう一回こうやってアトラスさんのね原作も含めですけど、すごいそれで帰ってこれる。だって言ってみりゃすごいいろんな選択をしないとゲーム内では新垣は帰ってこないのに、それをこう用意してくれたこう粋な脚本と、もうそれはすごいありがたいなっていうのをもうだからなんか僕からするともう本当感謝しかないですよ。本当この場に立たせてもらえてるってことは、はいそれね応援してくれた皆さんのおかげですから、ありがとうございます。これからもね復帰を、こうやって困らせていきたいと思います。はい。とりあえず俺誕生日やからおごってな。おごるおごる。だってちょっと待って、その話すんならさ焼肉屋の話すればよかったじゃん。そういうことをまた言うとそれはまた今度またはい違う別のお話別のお話というわけで、はいチーム S でした。 S でした。手汗すげえ。手汗ねすげえんだよ。塩見作役の青井翔太です。望月良二としてやらせていただいております上田圭介です。お願いします。アイギス役のザックです。はい。終わりですね。終わりの始まりですね。もいやー長かったうね。長かった。2年半3年かな。ぐらいですかね。ちょっと一回間が空いたんだけどね。いやーだから続けることが難しいからね。しかもやっぱりほとんどメンバー変わってないっていうのがすごい。そうね。今回はちょっと時間かかったけどね。やっぱりねそうなの。第4章と最終章ね、同時上映ということで、稽古もねこう今日は4章今日は最終章っつってバラバラな時もあって、よくね、アイギスそして領事も含めシーズのみんなもね、ストレガのみんなもよくできてるなって思っております私は。なんか場面場面でやるとこうシーンの気持ちのつなぎ方とか難しかったですよね。4章と5章で違ったりするじゃない。いや本当にみんなに驚愕し、みんなに支えられた僕としては最後だったなというふうに思ってますけど、いやあなたはもう完全にただの女優さんですね。いや歌手です。もう裏でどんだけ機械のね音に合わせてピキピキって音うまいよねざっちゃんっていうのをみんなで言ってたから、いや素晴らしいよ。いや何を言うか。でも今回はやっぱペルソナ3という大きな作品でそれが舞台になっての、今日までですから、結構ねプレッシャーとかやっぱりあるじゃない、大きな作品だからさ、どうやっぱり自分がこの役をやるとして、やっぱ緊張した？私？いやありますよね。アイギスっていう役はもうシリーズを超えて愛されてるキャラクターですし、初舞台でこんな大役をいただいて、そうだよ。いいのでしょうかという気持ちもあったりとか、ありがとうございます。何が素晴らしいってね、あなた最後の歌を歌手として歌ってないですよね。女優さんとして歌ってるんですよね。いや領事も今まで歌ってきた
でてんてんてんでねんねんねん歌あるじゃない。ありがとうございます。はい。あれの今回最終章はバラードバージョンですよ。僕たちとお別れした後。そうですね。いやー笑いながら歌えるんだなと思って人っていやいやもうすごいよぶっちゃけさ、どうやっぱお歌のお二人じゃないやっぱり。いやもう素晴らしい。いやもうこんなに歌詞が伝わる歌ってやっぱ役者じゃないと出せないなと思いますよ。でもぶっちゃけそんなに上手くないからさ俺は。そんなことないと思う。そんなことないですよ。フォローありがとう。いや袖で見てるんだけど、歌ってる時の顔をやっぱりそのシーズンのみんなと別れるっていう気持ちもあるじゃない、人間としてのさ。だからそこの涙とかもすごいね見えるんです、袖からね見てると、なんかね昨夜としては泣かないようにしてるんだけど、もう袖でもう鼻水が出てきちゃって次のシーンに影響するわけですよ。そうなの。もう見てらんないぐらい影響力のある歌い方をしてくださっておりますよね。でね、楽曲も素晴らしいですし、そうですね、本当。もう最後にメドレーという形で歌わせてもらってますし、でも本当に盾もあるし、映像もあるしでね、なんかこうなんていうの、遮幕、透明の幕がね皆さんの前に降りてくるんですけども、そこにいろんなね映像を映写して、投射化して、でセットにもこう映像を映し出して、迫力満点な戦闘シーンを立師の方だったり、映像チームが作ってくださっておりますよ。本当にそこを本当に事細かに表現してくださっているというのは本当に僕たちもすごく嬉しくて、スタッフさんすごいなと思った。ああ終わっちゃうんだね。そうですね。いや翔太もそうだけどさ、結構さアスミスもさ、やっぱこの作品特に今作、4章最終章にかける思いがすごいのよね。感じるよね。もうめっちゃ見てても分かるよね。それはもう翔太も一緒なんだけど、やっぱりね結構この作品が何々自分自身初みたいなのが多い人ばっかりだったじゃない。初舞台朝ミッチだってそうだし。で初主演だったっけ、この舞台で、ペルソナでとかってなんかいろんな初を持ってる、俺も初二役なのよ。そうなの。なんかあんま二役やることってなくて、メインっていうのがなくて、なんかモブキャラを演じますとかだったらあるんだけど、ちなみに3役だからね。君ニクスアバターもやってる。まあそうね、まあそうね、あそこの凄みはすごいからね。あれは役としていいとやって、役として名乗っていいと。大変よ大変よ。とある穴川は何を示したんだみたいな、あるかなはね。もうみんなの顔見て思い出してね。シーズンズ・オブ・メモリーっていうシーズンが歌う曲があって、あと何年あと何日あと何秒君と一緒にいられるかなっていう歌詞があるんですけど、まあ何年はもうあれだけど、あと何日あと何秒こうみんなとね一緒にいられるんだろうって、なんか妙にこうやっぱ個人的に刺さる部分もあって、なんかね泣くのを我慢しながら歌ってます。俺千秋楽とかさ、みんなさ前半さブランニューさシーズで歌ってるじゃん。あれ多分歌えないと思うよ。最終章はさいつもの主人公パートをアイギスが歌ってるじゃん。やばいと思うよ。やばいよね。多分やばいと思うよ。やばいよね。それに引っ張られてみんなもやばいと思うよ。いやもう恐ろしいよね。私にとってはもうそのさっき言ったあと何年何秒何日いられるのかって限られた時間の中でどう生きるか我々はみたいな。で他の方々は役者としてまだこれからも先いろんな舞台を踏むけど、私は絶対これが最後って決めて出てるから、もうなおさらその歌詞がさ来るんだよね。もうこのメンバーでいられるの本当に本当に千秋楽で最後だもん。伝説の舞台だこれ。伝説ですよ。そうですよ。はい。で、最後になりますけれども、いやペルソナ3に関わることができてよかったですね。本当によかった。ありがとうございます。出会えてよかった作品。みんなにも。ということで舞台ペルソナ3ザ・ビアード・マスカレード、男主人公ぜひもう本当に最後まで、応援していただきまして本当にありがとうございました。いつまでも皆さんの心の中に僕たちがいますようにということでまたね。さようなら。さようなら。ありがとうございました。完成であります。3人のクロストーク聞
ゆらり今の。なんかもうちょっとさ、タイトルコールってさ、もうちょっとさ、あすみかなとみたいなさ、始まるのかなと思ったの。そしたら3人のクロストーク。まず名前で行くか、名前でっていうか、琴音で行くか。そう、どっちで行くか迷っちゃったんだよね。なんかさ、この格好でさ、ね、なんか確かに。これでこうやって座談会みたいなことがないもんね、今まで。なかったよね。なかった。そうだね。初めて。一人でなんかインタビュー受けてみたいのがあったけどね。そうだ、なんか不思議な感じで。しかもこの組み合わせも不思議。そうだね。確かに。珍しい。珍しい。意外となかった。そうかも。ね。でもね、最近もう今最終章始まりましたけど、女性主人公始まったばっかりですけれども、なんかね、なんだろうな、カナって言わないんだけど、琴音だって思ってるから琴音って出てくるんだけど、やっぱね、カナがすぐ出てくんだよね、頭の中に。でもちょっとわかる。わかる？今日のブランニューのところ、カナって思っちゃったもん。ね、出てきて抱きついた瞬間、アイビスに。っつってね、なるんだよね。なんだろう。最初はさ、もちろんペルソナ3っていうものがあって、それにさ、この役を演じようみたいな感じだったけど、回を重ねるごとになんか近くなっていってるじゃん、完全に。役とね。そう。だからみんなそれぞれ浅見だし、カナだしみたいな。どんどん役とこうしっくりどんどんしっくりしていって。もうそんなこと言ったら、真帆なんて稽古中に元気って言いましたからね、順平のこと。普通に言ったもんね。いつもバカなことばっか言ってる元気ないあれっつっておやつあったよね。あったいや、で、ほんとなんか昨日の本番かな、元気はゆかりっちが出てこなくて真帆しか出てこなかったんだって。怖そういうのが起こるぐらいにこうどんどんね、なんかシンクロ感があるんだなって。すごいしっくりだもん、みんな。キャラクターとご本人がなんかね、歴史を感じるよね。いや、感じるよね。だってなかなかないんでしょ、こんな舞台でないし、役で何年もってね。なんか映画見に行ったら変な話、もうみんなに見えてきた。わかる。アニメなのにみんなに見えてきた。劇場版ね。そうなんか感慨深いですな。ねえ。何年前か。シリーズものが終わるっていうのは初めての人。はーい。そもそもそうだよね。そうだよね。すごいよね。二人はあれじゃない、初舞台じゃない。そう。ペルソナが3年半前がね。もうこの人さ、私も舞台初めてなんでよろしく。すごい、もう最初からさ、そのノリだったからさ、よろしくお願いしますみたいな感じ。あれだったよね、キャラクターもさ先輩役だったから、なおさらさ、あって思っちゃったのかもしれないね。多分あさみなりの緊張だったんだろうね。緊張多分。よろしくお願いしますみたいな感じでね言ったんだね、多分ね。びっくりした、そんなタイプいなかったから。何こいつみたいなね。すごいノリだなと思って。そう、緊張するとね。初舞台っぽくなかったけどね。嘘だよ、私初舞台感バリバリだったよ。この子は全然違いましたけど。いや、こんの子はキャラもあってだろうけど、でもあさみの堂々っぷりすごいよね。いや、彼も堂々としてたよ。そうだよ。もう最初のそう、まずペルソナっていう時の初日、マジ堂々としてたよ。すごい。こうは堂々とできたのかな。そう、稽古場ではなんかちょっとはってなってたね。まず目を見ることから練習そうだね。目が合わないとなくなったもん。そう、人の目を見るっていうリハビリから始めた。リハビリ。そうなんです。あすみかなのリハビリ中だったんですね。人の目を見て会話をするんだなっていうのをこの舞台をやって覚えました。なるほど。それまではでも本当にさ、今目見て喋ってくれるよね。本当にナチュラルにできなかったんですよ。元気とかにもずっと言われる。靴を見られてたって。そうかも。下いつも下見てた。おはようございます。っていう大体この辺なんだ。そうやって生きてきてたからね。今ちゃんとおはようって言うもんね。大きく変わりましたよ。だいぶ成長したと思いたい。3年という月日は。3年。いやだって丸々高1から高3だもんね。そう。学年で言うとすごいよね。高校生活ぐらいのはね。リアル卒業だよ。そうなんですよ。この間さ、そのツイッターで見つけちゃったのがさ、その
あれフッキーがさ、カーテンコールの挨拶でさ、本当に大変でしたみたいなこと言ったじゃない。4作あって本当に大変でしたみたいな、でもいやそう思ったかもしれないけど、でも本当にやってくれてよかったですっていうなんかツイートを見つけて、なんか喜んでくれてるっていうのがあって、嬉しい。待っててくれた人が喜んでくれるな、本当に嬉しいね。結構最終章とかはね、ずっと皆さん泣いてくださって、もう私さ、男性主人公版の初日、お昼見たんだけどさ、客席で、ずっとどっかしらスンスンしてるの。そうそう、シュンスンシュンスンって声が聞こえるもんね。すごくこうなんかまっすぐ見て受け取ってくれてるのが後ろから見て分かって、すごい嬉しかった。そっち側から見れるのはダブルキャストの特権なんで。いや、そうだよね。ずるい、いつも思ってたんだ、第1弾の時からずるいって。いや、楽しいよ。自分もやってる作品を全く客観的にこっち側から最初から最後まで見れる。なかなかないよね。すごいラッキーだと思う。こういう風に同じ場所で一緒にっつったけど一緒の時間を過ごして同じ作品を共有してっていうやり取りができるってね、その場に同じ時にその場所に一緒にいるというのはすごいことだと思いますよ。舞台すごい、すごい、しかもさ、なんかそのさっきのスンスンじゃないけどさ、感じ取ってくれたものをこっちも感じることができるじゃない。そうだね。そのなんかキャッチボールがすごいね、発信だけじゃないもんね。しかもね、客席に降りていって間近でこう皆さんとそれいいの。私やってない。あ、そっか。あ、なんかちょっと今胸張れた。あ、なんかさ、表から見れないけど、それはちょっと。そうだ。こっち行けるもん、本番中。いいな、いいな。そうだ、そうだ。そこは確かに素直に羨ましく思っております。なんかどういう気持ちなの？みんながこう客席に降りていくのを見てるのは。なんかさ、楽しいことやってんじゃん。だからこうやって見てる。いやいや、そこの駄菓子食べたいなみたいな子供じゃんそれ。いいな、いいなって。何してんのかなって見てる。へえ、あ、そういう感じなんだね。みんな結構小ネタいろいろやってる。そうやってる。いいなーって思ってるよ。なんかね、上まで頑張って走ってる藤原さんはだいぶお疲れですけどね。私さ、そう客席で見てた時、ちょうどフッキーさんが走ってくるところの席にいたんですよ。休んでんの。走り切ってから休んでんの？なんかね、ちょっと腰掛けてる風なキザな格好の座り方をしてそのままずっと休んでた。なんだと？こんなことしてるんだってちょっと、毎回かどうか知らんけども。いや、割と毎回ですね。私毎回すれ違うのよ、上の方で。もう大体もう上上がってきた瞬間にもう達成感で終わってる。登りきれた達成感。よし、ここまで来た。よいしょ。みたいな。もう本当にね、ちゃんちゃんこに見えてくんだよね、たまに。赤いベストが。おじいちゃん。おじいちゃん、頭白いし。広い劇場なんでね。たまたまこっちまで走ってくる担当になっちゃったからね。私みんなの半分だからさ。あっという間だね、本当に。今日の夜終わったらもう半分終わりなの。そっか。そうなんです。そっか。4回ずつしかないの。第4弾も最終章も。そっか。すごい早いよ。すごい早いね、それはね。こんだけ一生懸命作り上げてきたものを、その4回でもう全部出し切らねばならないっていう。翔太と私と友枠はね、そうなんです。だからみんなが本番やってる時、私の番じゃない時、すごいなんかそわそわする。いても立ってもいられない。そうだね、みんなステージ今立ってんだなみたいなね。そうすごいなんかそわそわしちゃう。いや、そうだよね。なんか不思議な感覚不思議だろうなってすごい思う。無事にって思いながら祈っておりますよ。本当にいろんなことを教えてもらって、最初は何にもできなくって何も分かんなくってで、本当に私ここにいていいのかなというところの戦いで本当にいっぱいいっぱいだったんですけども、このカンパニーだからこそここまで最終章までたどり着けたなというふうに思っていて、もう感謝の気持ちでいっぱいでございます。そしてたくさんの方が待っていてくださったからこその最終章だと思っております。私たちなりのこれが答えという形で舞台ペルソナ3を皆さんにお届けできて本当に嬉しかったです。ぜひぜひこの作品のこと、この舞台のこと、ぜひぜひ長くこの先も覚えておいていただければ、私たちもどっかで喜びます。はい。ぜひぜひこれからもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、塩見ことねくあすみかなと
竹林役富田真帆と桐城みつる役田野あさみでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。